皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。前回の動画において北朝鮮の兵士たち2人がウクライナ軍の捕虜になったという話をしました。この2人は現在治療中です。北朝鮮の兵士たちはウクライナ軍に捕まらないようにと命令されていたという話ですが、現在のところ捕まった2人についてはウクライナ軍の取り調べに応じているとのことです。2人のうちの1人は家族が北朝鮮にいるため、傷が治ったら北朝鮮に帰りたいといった話をしています。ところがもう一人については、本来であれば全く土地勘もないし、知り合いも全くいないであろうウクライナにこのまま残りたいという話をしているそうです。よっぽど北朝鮮での生活が苦しかったのかなと思わせるような話です。この帰りたいなと言っている兵士について、ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア側に対して北朝鮮軍の兵士として返還交渉を行う意向を示しました。ところがロシア側はこうした意向を完全に蹴るといった話をしています。というのも、そもそも現在のロシアは北朝鮮から正規の兵士たちを連れてきているという話を正式には認めてはいません。すでに戦場では多くの北朝鮮の兵士たちが戦っていて、多くの兵士たちが亡くなって、そうした映像も全世界に公開されているにもかかわらずです。今回捕まった兵士たちについて言っても、ロシア連邦の中の一共和国の人間であって、彼らは北朝鮮軍の兵士ではないというのが彼らの公式な見解だそうです。ですから、捕虜の返還交換、こうした交渉については何か北朝鮮軍の兵士ですよという特別枠ではなく、あくまでもロシア兵とウクライナ兵との交換といった通常の交渉しか行わないという話をしているのです。なぜロシアは北朝鮮の兵士たちを隠すようなことをしているのか、ちょっと論理構成はわかりません。一応ロシアとしては国連の制裁違反を行って北朝鮮から兵器や軍需物資を次々と入れていることを表向きだけは隠したいのかもしれません。それの関連で兵士たちを入れていることについても認めたくないのかなとは思います。そのような北朝鮮軍の兵士なんだけど北朝鮮軍の兵士じゃないみたいな、よくわからないことを言っている状態なので、軍の内部での連携もうまくいっていないようです。ロシア軍による北朝鮮軍に対する攻撃が一部で話題になっていました。ロシアの無人機が北朝鮮の防空レーダーを5人攻撃。ロシアの軍事ブロガーがウクライナのシステムの破壊を自慢していたが、実はそれが北朝鮮からのものだったことが判明したことで、馴染みのない同盟国と協力することの欠点の一つが十分に示された。こちらが北朝鮮の軍事パレードで公開された北朝鮮製のものとされる防空兵器。原型としてはロシア軍のものを北朝鮮がコピーしたであろうと言われていますから、ある程度ロシア軍の兵器とは似ているはずのものです。今回、この対空兵器だろうと思われるものが前線近くに配備され、ロシア軍がドローンで破壊したようなのです。対空兵器を破壊したことを喜んで情報公開したら、それが北朝鮮の防空兵器だということが分かり、ちょっとした笑いを誘ってしまったわけです。見慣れない対空兵器を破壊したことから、きっとロシア軍の兵士たちは、欧米製の何らかの対空兵器が前線に現れたと思ったことでしょう。だからこそ破壊したことを喜んでインターネット上に投稿したわけです。ロシア軍の兵士たちも、まさか北朝鮮軍の防空ミサイルが前線近くまでやってきていることは知らなかったのかもしれません。そして私自身も北朝鮮の防空ミサイル兵器が前線にやってきていることは今回が初耳でした。というのも、対空兵器というジャンルで言えば、ロシア軍にはまだまだ多くの兵器が残っており、北朝鮮から対空兵器を輸入するといったことをしないでもいいはずの状態でした。というのも、対空兵器は主に前線から遠い少し後方に位置しているものですから、そう簡単に次々と破壊されるようなものではありません。ロシア軍の戦車や装甲車は前線で日々破壊されて補給が間に合わない状態なわけですが、一方で対空兵器は時々破壊することができるといった程度なので、そもそもの保有数がゼロになるにはちょっと遠いようなものです。しかしこれは私の勘違いなのかもしれません。ウクライナ軍が破壊した対空兵器の数はもちろん戦車には劣るもののそれなりの数破壊しています。それに伴って前線に防空網の網が足りなくなってくれば、なんとかそこを補充する必要があります。
戦車や装甲車の生産が間に合わないと同じように、対空兵器についても用意することができないとなれば、北朝鮮からでも調達したいと考えるのがロシア軍でしょう。味方に対する攻撃で連携が取れていないんだなという話と同時に、もしかしたら対空兵器についてもロシア軍の陣容に穴が開き始めているのかもしれません。北朝鮮軍との戦闘は日々激しく行われているようです。ウクライナ側から戦闘の様子について動画が公開されました。ウクライナ軍、北朝鮮軍兵士たちの間で8時間に及ぶ攻防戦が行われたそうです。この映像においては、北朝鮮軍の兵士18人を撃破することができたと報告されています。ゼレンスキー大統領は、北朝鮮軍の損害について、現在のところ、最も多い数としては4000人程度が死傷しており、最低でも300人程度の兵士については亡くなっているだろうとしています。こうした現状については、このままの勢いでいけば、北朝鮮軍の兵士たちが全滅や壊滅判定を受ける日も相当遠くないだろうと言われています。しかし、一方においてこのような激しい戦闘が続くことによって、ウクライナ軍の前線からまた違った評価も上がってきています。それは、生き残った北朝鮮軍の兵士たちは徐々にその動きが洗練されており、決して甘く見てはいけない存在であると報告が入っています。これは当初何も分からず連れてこられた状態で戦闘が始まったので、見慣れないドローンに対する対応もできず、またロシア軍の被害担当のような形で前線に送り込まれたことから多くの兵士が死傷したわけです。しかし逆に言えばそのような状況を生き残った兵士たちは地獄の状況を体験しているわけですから、動きについてもより対応が取れるようになってきたわけです。ロシア軍の前線の兵士たちはどちらかというとお金のためであったり、囚人兵の場合であれば刑期を短縮するためであったり、借金を帳消しにするために志願した兵士たちのも混じっており、決して軍人として訓練を真っ当にやってきた人たちばかりではありません。むしろ北朝鮮の兵士たちの方がよほど訓練は死ぬ気でやってきたような人たちですから、その分だけ戦場への順応力が高いのかもしれません。そうした北朝鮮軍の兵士たちですが、装甲戦力が全く与えられておらず、引き続き徒歩での戦闘がメインのようです。続いては、ロシアの友好国が一つ EU 側へと接近する動きを見せています。ロシア同盟国が EU 加盟検討へ、アルメニアの脱ロシア現実味。ロシアの同盟国アルメニアの政府は EU への加盟交渉の開始に向けた法案を決定した。ロシアのタス通信などが伝えた。今後、議会が可決すれば EU との加盟交渉を始めるという。アルメニアは隣国アゼルバイジャンとの紛争でロシアが軍事支援しなかったと不満を募らせていた。報道によると、法案は親欧米政党などが提案。今月末に議会で議論される予定だという。パシニャン首相は EU 加盟方針の決定には国民投票が必要だとし、その前に EU 側との加盟に向けた計画を協議する必要があるとしており、法案が可決されれば脱ロシアの現実味が増すことになる。アルメニアは隣国アゼルバイジャンとの間でナガルノカラバフにおいて戦闘が発生し、アゼルバイジャン側が圧勝するといった形で戦闘が終結しました。この際、アルメニアは停戦監視のために入っていたロシア軍が全く何の手助けもしてくれなかったとして、ロシアとの同盟がもはや何の意味もなさないといったことをかなり痛感しています。その上、現在のロシアは完全にウクライナにかかりきりで、友好国に対する支援を今後も行うことは難しいだろうと見ているはずです。シリアにおいては、ロシア軍の海軍も空軍も陸上の兵士たちもいたにもかかわらず、アサド政権を助ける力もなかったぐらいですから、アルメニアを助ける余力といったものももはやないと見て全く間違いではありません。その上、隣国アゼルバイジャンはアルメニアの軍備増強に対してかなり否定的な見方を強めています。もしも今後軍事力の増強が続くようであれば、アルメニアに対する軍事力の行使も選択肢に入れている話などもしており、この地域における戦争といったものはもはやありえない話ではなく、何かの拍子で起こったとしてもやっぱりなぐらいの話のそのぐらいのレベルまで戦争というもののハードルが非常に低くなっています。そのような状況ですから、アルメニアとしては少しでも頼りにならないロシアよりもまだ欧米にすり寄った方がマシだという考えがあることでしょう。またここには一つ仲介役の存在といったものもあります。アゼルバイジャンの背後にはトルコが非常に
関係を深めていますから、アルメニア自身も欧米との関係を深めて、トルコとの仲を深めることができれば、アゼルバイジャンとの間における軍事衝突もある程度仲裁を図れる可能性が出てきます。その外交がうまくいくかどうかはこれからの話ではあるものの、少なくともアルメニアが脱ロシアの動きを加速させているのは間違いなく、ロシア南部におけるロシアの影響力低下といったものはまだまだ進みそうです。最後にちょっとしたロシア何やってんだというニュースについて、制裁下のロシア、昨年始めた国産ゲーム機開発に苦戦か、テック不足と関係者言及。ウクライナ侵攻による国際的な制裁を背景に、ロシアは昨年から国産のゲームコンソール機開発に乗り出していることが明らかになっていたが、道のりは険しいものであるようだ。昨年3月、プーチン大統領がロシア国内で据え置き型と携帯型、両方のゲーム機の生産を目指すべく必要な検討を行うよう指示していたことが公式声明により報じられていた。これはソニーやマイクロソフトなど海外大手メーカーによる制裁を見越して国民向けに独自のゲームプラットフォームを提供することを目指すものだとされていた。政府関係者は試作機の開発段階において技術的な課題が浮き彫りとなっていることをテレグラムにて共有した。投稿によれば制作された試作機はロシア製のプロセッサーを採用しているといい、国産の OS で動作するもののプレイステーション5や Xbox など既存の国外コンソール機と比較すると性能面で大きく見劣りする状況だと説明した。関係者や開発チームは今回のプロジェクトは単に既存タイトルの移植を目指すものではないとして国内のビデオゲーム製品の宣伝と普及を目的とする方針であることにも言及していた。このプロジェクトについて SNS では制裁下での開発という特殊な環境もあり、通常以上の開発期間を要する可能性が指摘されている。ロシア側がどのようなゴールを設定しているかが不明であること、完成して商用化する場合、どの程度の存在感を示せるのかなどの疑問の声が上がっていた。ゲームは基本的に軍事活動とは関係ないものですから別に制裁を受けて全くロシア国民がゲームを買えないといったわけではありません。ただ、正規の手段で輸入することができていないので、何らか迂回ルートを使うことによって値段が上がってしまい、それによって国民がゲームに手が届きにくくなるという、そうした不満を抑えることを目的としているのでしょう。ただし、ロシア国内における半導体生産は非常に昔々のものですから、中国製のバッタモンを買った方がまだマシなぐらいでしょう。プーチン大統領としては国民の不満が高まらないように方々にお金をばらまいている、その政策の一環なのかもしれません。といったわけで今回のウクライナ情勢についてはこれまでにしましょう。最後に少し余談なのですが、つい先日、国民民主党の玉木代表の YouTube ライブを見ていたら、参議院選挙に向けての候補者応募に関しては、1000人以上が集まっており、まだまだ選考が行われているという話をしていました。従来の元々の候補者であったり、もしくは支援している連合からの候補者といったものもあるので、それらの枠に加えて公募で選ぶ人たちといったものは、さほど多いわけではないでしょう。そうした中において、1000人から何人か選ぶといったようなかなり狭き門になるようです。しかも、現在の国民民主党は大政党ではありませんから、資金面においても潤沢なお金を用意できるわけではないため、ある程度候補者については絞り込む必要があるという話も同時にしていました。その時絞り込むための一つの選ぶ基準としては、即戦力を求めているという話をしています。何をもってして即戦力かというのは人それぞれ価値観は違うでしょう。例えば、もともと地方議会で議員生活をしていた人や、もしくは玉木代表のように中央省庁の官僚をしていた人が議員に転身するといったような、いわゆる行政能力やもしくは事務能力の高さといったものを保証できる人間を求めているのかもしれません。ちなみにそうした意味においては私は募集に申し込みをしたのですが、即戦力というこの基準からは結構離れているので、厳しい選考になるだろうなというのを予想しています。ただし、募集は一旦もう締め切っているんだけれども、まだまだ良い人がいれば教えてほしいといったことなども、玉木代表は話していましたから、玉木代表の動画やYouTube ライブなどで多選するといった形で私の名前を推しの名前として書いてくれると、ちょっとは
影響があるかもしれません。今のところ選考に落ちたよといった連絡もないような状態なので、まずはのんびりと待つとしましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。